コラソンミコラソン、なんかスペイン語の歌というのはやっぱり、人気がありまして、世界でスペイン語を話す、スペイン語が日常語になっている方っていうのは日常的に英語を喋っている人よりもはるかに多いということで、この、YouTube というメディアの中で最も再生数が多いのはスペイン語の歌ですね。スペイン語といえばスペイン語の歌といえばコラソン、コラソン、コラソン、心ですね。心と心臓はいろんな言葉で、いろんな国の言葉で一つです。心の臓みたいな漢語、概念的な言葉が大陸からやってくるまで、この国でも心臓というよりはこれ心と呼んでいた。で、心っていうのはどういう機能なのか。最初はわしらは一つの卵だった。その卵が二つに割れて真ん中の線が生まれた。それからだんだん卵が幾重にも割れて、細やかにいろんな機能を発達させ、いろんな機能を分担するようになってきた。このいろんな機能をそれぞれエネルギーの道、命の道として司っているのが、いわゆる経絡。この国の言葉で言うと命の道です。この命の道、体の経絡っていうのはそのまんま周りのいろんな現象、いろんな事象のこの宇宙の機能とも結びついていたりします。なので自らの地の道をよく味わい確かめた方たちは、世の中を誠のりながら動かすというだけではなく、時には天候、雨土までも操ってしまう方がいますね。命の道、その命の道の機能の一つがまさにコラソン、心の血の道。心の血の道っていうのは、新しい情報を素早くイメージとして、体の中に入れる必要があるとき、とてもじゃないけれどこんなイメージは自分の中に定着させることができないっていうような膨大なイメージを定着させないと生きていけないような時、そういう時にこの心の経絡、心の血の道が緊張したりします。心の、血の道、この心の血の道、心経が緊張すると、心機能がちょっと衰えたり、ちょっとだけバグったりします。心がつっかえているとき、周りの人たちとの間柄がつっかえているとき、必ず何かがつっかえているときっていうのは、体につっかえているところがあります。必ず人間関係のつっかえ、心のつっかえ、体の機能のつっかえ、臓器のつっかえ、必ず体のどっかのつっかえと結びついています。その中の、典型的なのが、心の血の道。人にあんまり慣れ慣れしく触ってもらいたくないところにありますね。これから実際に集いでその心の血の道を、分かち合っている場面がありますので、ご覧ください。今、お医者さんから3人ぐらいのお医者さんから寄ってたかって手術をしないとお前は死ぬって脅された不整脈のケースですね。はい、これね、心臓の系のお医者さんがよく言うんですわ、そういうことを。わしが今まで知ってるケース、この7、8年ぐらいの間ですね、すべて不整脈はなくなっているので、割と簡単に。で、いつでもわしが言うのは、見たからは開いてくださいってこと。日ごとに誠の利とを生み出して、真向かいって方法でも良いので、日ごとにストレッチ、見たからを開く準備運動って言ってます。見たからを開くっていうよりも。その準備運動、ストレッチをしながら、必ず見たからは開いてください。それをお願いします。そのコツ分かるね、思いっきり池側で。そして思いっきり吐息を出したいように出す。それがコツなので。良いですね。
でちょっとだけね背中がどうなってるのか確かめてもらうので見るのでうつ伏せになってください。楽にね顔横に向けて楽にしてください。はい、そんな感じで息全部吐き出しちゃって、はい、そしたらもう吸ってもらって大丈夫ですよ。はい、楽に呼吸してね。はい、また息を吐き出してみてください。楽に力抜いて息を吐き出したら止める。今度は吐き出し切って全部吐き出し切って、まだ吐き出し切れる、まだまだ吐ける、まだ吐ける、吐き出し切ってから止める、全部吐き出して止める。はい、OK ですね。はい、大丈夫ですね。体の状況から言うと全然大丈夫な状態です体の状況から言うとね。ただねちょっとですね、なんかスポーツとかされてました？やってます。卓球やってます。卓球、卓球やると調子いいんですよ。調子いいんですよね。でかなりそれもこの不整脈は、必ず睡眠時安静にしとけばいい。朝方安静にしとけって言われるんですね。朝方に起こるんですよ。朝方に起こる、普段仕事中とか動いた時は起こらない。はい、大体分かった。分かりますね。卓球っていうかピンポンではなくて卓球の方です。かなり腕はいい方ですね。一流の選手。あ、そう。そしたらね、分かります？見て分かります？3番はしなります。はい。だからはいもう起きてもらって大丈夫です。体の状態全体のいわゆる心臓の状況も大したことはないです。はい。だからね、運動は続けてもらう、運動は続けてください、卓球も続けてください、指導も続けてください。これはわしの確信を持って言えるので、卓球続けた方がいい。あまり休まないでいい。休みたい時は休んでいただいて、やめるとなんか精神的にも落ちるでしょ。やめるとなんか調子が悪い。はい。そしてね、いわゆるね不整脈が出てる時、はいはいはい、学生時代から選手だったですか？そうです。はい。何に秀でてる人なのか、目つきが違うから何に秀でてる人なのかと思った。それはね、ここがね、ここが不整脈の原因になるんです。ラケットを持つ時の右手で持ちます。右です。右利きで。それでラケットを持つ時の持ち方とも関わっているのかもしれないですけど、ここにコリシコリがたまると心臓に負荷がかかるんです。少しだけね。だからね、ここが緊張してるせいで不整脈が出る人ってすごいです。ここです。これがかなり痛いね。ですね。で、そしてさらにね、ここにもちょっとあると思うんだ。ここですね。この内側、ここの角、わかります？ここ緊張ありますね。はい、ここです。この2箇所です。こことここの緊張を自分で分かります？今もみほぐして抜いちゃってください。これを抜いていたら特に出ないです。かなり感覚が空くことってあります？卓球ですか？不整脈って。もう調子がいい時は不整脈あります。つまりドキッて言ってから次の時までにかなり空くことってあります？かなり開くと思います。3秒以上とか開かないですよね。ドクって言った後3秒停止しててまたドクとかないですよね。それはない。3秒以上。いや、それはない。3秒以上止めることってできます？3秒以上止める？自分の力で止めることってできます？できないですか？じゃあ大丈夫じゃないですかね意志の力でどうにもなるもんじゃない。だってこういうところがこっちの方もです。ラケットを持つ方だけじゃなくて、ここです。このつっかえ、ここのコリコリ、内側のね、こっち側なので、心臓に症状がある方、あるいはちょっと、何かがつっかえて、自分の活動がつっかえてしまって、それがもう原因で心配がたまった方、必ずここがさらに、つまり悪循環が起こっちゃったわけですね。ここが緊張してたのがさらに緊張がたまっていっている。つまり日本的な選手っていうこと。日本
日本的に知られてる選手さんということですか。いえいえ、とんでもないですよ。県内で、ああそうか、県で1位だった方か。レベル低いって言ったって県の代表でしょ。沖縄代表でしょ。だから沖縄ので指導者としても活躍されてるってことですよね。指導はしてません。自分のことで言った。そうそれ卓球教室とかで子供さんとか教えたら、私それはおすすめします。わかります？シェフです、シェフ。シェフなの。1日目の弁当のシェフ。そうごちそうさまでした。その卓球を子供たちに広めたらねえ、卓球教育週に1とかでもしたら引く手あまたでしょうに。今ね、卓球すごいですからね。D リーグが始まってるから。D リーグってプロの集まりが集団があるんですよ今。今そのリーグが3年目なんで、僕らも応援してますからね。いや卓球がすごいです。流行らせたらあと愛ちゃんの不倫問題もいっぱいあるし。あれかいろいろ話題になっちゃう。自分でわかります、はいこっちの方、ここの付け根です、この付け根のこっちの角とこの向こう後ろの角、この内側です、ここが張るんです、こことこのこっちです。でこれを抜いていて、わかりました。見たから開いた方がいい。ありがとうございました。これを抜いていたら、はいこれを抜いていたら収まっていくので、カテーテルとかアホかって思うんですよ、心臓のお医者さんは。知らないから、これだけ知ってたらいいのに。であと場所がね、知りたい方います。ちょっと自分はここって、あなたは少しここだけじゃなくてもう一つあります。まずこことこの内側のここのグリグリ来るでしょ、沖縄って心臓に来る感じでしょ。それだけじゃない、ちょっと一緒に痛いのでね、一緒に痛いからすぐ良くなるので、一緒に痛いからちょっと来ますよ。肩落として、肩落として。痛い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 、待って。ここ抜いてください。ここをね、こっち側にもみもみすると、これはね、心の上でのコツですけれども、やっぱりシェアした方がいいと思います。人と卓球をシェアした方が、そういう時間を持っていたら心は楽になるので。親指でこう持って、親指でグリ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 ってできる。こっち側、ここの小指のこっち側が張ってくると心臓にちょっと負荷がかかるので、直後のね、震災直後、もうすぐ10年だね、震災の後には福島に入った時にね、自殺する人が増えちゃってるんでって、最初質問ありますかって言ったら、すみません、今福島では自殺する人がとっても増えていて、でその自殺を止めるにはどうしたらいいんでしょうかって言われたから即シェアしたのね。これ動画にも載ってるので、緊急事態なので、これはそういう状態の人はね、その人たちの特徴っていうのはね、必ずこことこことここが炎症を起こしてるの。ポイントでいうワン、ツー、スリー、フォー。ここは脇の下はね、ガボッと手をこう突っ込んで、この辺をぐり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 内側をこう撫でると、足は今何にもないのでちょっとくすぐったいぐらいですけど、ここがパリパリに張ってるの、そういう状態の時。このね、内側のここを緩めて、どっかに肘を置いてこうしてると張っちゃうんで、どっかにこう置いて肘を肩を落として、でこの真ん中のこっち側、こうやって親指でできます。親指でこうグリッグリッって、ここが炎症を起こして今毒素を排泄しようとしてるの。この心包茎、心の内側の血の道っていうところです。心の内側の血の道がたまりにたまった毒素をようやく排泄できる状態に入ったの。で今炎症を起こしてこれから排泄するところです。だからちょっと一時的に辛くなるんだけど、心がそこを乗り切ったらものすごいすっきりするの、排泄が終わって。じゃあ排泄するにはどうしたらいいかっていうと、ここのこりしこりをちょっと痛いながら抜いてあげます。こうやってゴリゴリっと。それだけで自殺してる状態の人しようとしてる人は自殺したい気持ちが消えますので、今までのところ大変役に立ってます。これもうこれから死ぬ、自分はもうすぐ自殺しようとしてるって時に本人から「あれどこだったっけ?」って電話が来たりね、今夫が死ぬって言って聞かない、どこでしたっけ飯田さんって電話がかかってきたりね、全て楽になってます。もう一度言うとね、自殺したいって状態の時はね、それはね、ここが張ってるだけって場合が多いの。せっかく心の内側の毒素をこれから排泄してすっきりできるって時に、すっきりしないで死んじゃうってこと。あとこの暑くてもフラフラだ、あと30分歩いたらかき氷やよく冷えたビールが置いてある、
そこで諦めてもうダメだって言って熱いアスファルトの上にうずくまっちゃうようなもの、もったいないわけ。あと30分汗を流したら汗流し切ってうまいっていう瞬間が待ってるのに、そのあと少しで排泄できるって時にほとんどの方はここの緊張を抜けばいいってことを知らないまま死んじゃってるわけだから、これは流行らせましょう。ここ力抜いてグリ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 ってするんでもいい。もう死にたい気持ちになってる時間違いなくここがバリバリに張ってます。ここ YouTube の画像でも、何日、はい、2月の最終日です。2月の最終日の動画でこれ登場してますので、そこにもう一つ加えると、この真ん中のここなんです。手首のここも張ってるの。ここに親指を下からグッて入れて、グッと入れてグーって強く押したまま振る。そうすると心がねつっかえている方っていうのはみんな痛いんです。ここがバリバリに張ってる。それはねちょっと大変な思いをしてきた方がこれから排泄できるってことなので、これから排泄できるってことなので、これをすると排泄を助けるんです。助ける、こうして揉みほぐすと排泄が進みますので、だから一旦死のうっていう気持ちは消えます。左が先、左が大体先、大体左が先です。だから右手でまずこう自分だったらね、わかります？お腹が痛いからってさ自殺する人なかなかいないでしょ。お腹が痛くてもお腹すっきりするよね、いずれ。そんな感じ。すっきりする前にうっかりしちゃっただ。これはもう今は常識にしておいていいことだと思うもんで、ここは抜きましょう。ちょっと張ってる時っていうのはね気苦労が多かった。だから福島県で触らせてもらったらね、全員この心の内側の血の道と、それから心の血の道、こっち心臓の方、この小指のね付け根のこことの角とここの角とみんな張ってたんだよ。だからそれを緩める前に亡くなっちゃっただね、うっかり。これ覚えといてね。その後すっきりしたにね。氷が溶けたら何になるって、氷が溶けたら春になるだよ。今日はめでたく春分の日、力が広がり放たれていく、命がワクワクときめいてきて、まずは排泄、余ったものやいらねえものを捨て去るシーズン。春が来た、どこに来たって解毒機能に来ただがね。春先は免疫解毒のシーズンだでね、よろしくね。たまりにたまった毒素を排泄、花粉症なんかそうだがね、冬の間に溜め込んだ毒を排泄しちゃってすっきりさ。親子や夫婦の間で溜め込んだ感情を大声出して泣いて踊りまくって、いらねえものをうっせえ捨てたらせいせいするぜ。噂話や陰口言い合うつまらねえ仲は捨てていい。闇の付き合いの排泄をして、ようやく綺麗な花が咲くんだ。排泄したら楽になる、潤んですっきり楽になる。花が散ったらその後にさくらんぼが実るだよ。つまらねえ過去を卒業シーズン、つまらねえ中を卒業シーズン。お互い毒気をすっきり抜いて、悩みの闇から卒業シーズン。排泄の最中にうっかりと自ら命を絶つような、そんなことだけはあっちゃいけねえ。この動画、心の急所、自殺を防止する急所、シェア広めておくんなまし。氷が溶けたら何になるって、氷が溶けたら春になる。今日はめでたく春分の日、力が広がり放たれる、命がワクワクときめいてきて、まずは排泄、余ったものやいらないものを捨て去るシーズン。お互い毒気をすっきり抜いて、悩みの闇から卒業シーズン。緩んですっきり楽になる。